皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回の動画は青島セリカ LB の完成までをお届けいたします。早速まずはクリア塗装から。クリア塗装の工程は全部で3回。使用しているエアブラシはタミヤのスプレーワーク HG エアブラシワイドで、塗料はクレオスのスーパークリア3をガイアカラー薄め液で1対 1.5 に薄めて吹き付けています。塗装工程1工程目は少し遠目から塗料をボディ表面に対してふわっとのせるように吹き付け、2工程目は角部分から始め全体をまんべんなく塗装していき、2工程目と3工程目の間に2000番のペーパーヤスリで表面を整えておき、3工程目は仕上げで全体を塗料が垂れる寸前を目安に吹き付けていきます。万が一垂れてしまった場合はイソプロピルアルコールで塗装を落としやり直したり、リカバーに時間を取られるなど悲惨なことになりますので、慎重に塗装を行っていきます。次に取り出しを行っていきます。クリア塗装後十分に乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、塗装面にはまだまだ凹凸が存在しています。この凹凸を消していく工程です。徐々にペーパーヤスリの番手を上げながら滑らかな面にしていくので、前のクリア塗装工程では逆算をし厚めに塗装をしています。取り出し工程としては3回の工程。1工程目は2000番のペーパーヤスリで水取りをしていきます。ツヤが出ているクリア塗装面のツヤを消していく感覚で水取り。2工程目3工程目はそれぞれゴッドハンド製の紙ヤスを使い、それぞれ6000番8000番と番手を上げつつ水取りをしていきます。表面の目安としては反射する景色が歪まない程度と考えているので、研いでは拭き取り確認を繰り返し表面を滑らかにしていきます。2000番から始めマットな面が徐々にツヤが出てきたことを確認し終了です。続いて表面仕上げの工程です。表面仕上げの工程としては3つの工程となります。シーフォース製のリトルーターに筋彫り銅のバフを取り付け作業を行っています。1工程目はタミヤコンパウンドの粗めで1周、表面を一皮剥くといった感覚で研磨していきます。1工程目で粗めのコンパウンドでは傷を消すことはできませんので、2工程目3工程目につなぐ感覚で少しずつ傷を消しながらツヤを出していきます。2工程目はタミヤの再目で1周、3工程目はタミヤの仕上げ目で限りなく傷がなくなるよう意識しながら研磨していきます。万が一途中で角が出てしまったら慌てず残しておいたボディカラーなりでタッチアップ。バフが届きづらい奥まった箇所はタミヤの研磨クロスや綿棒などにコンパウンドをつけ磨いていきます。続いて順序が逆となりますが、クリア塗装前にエンブレム類をテプラを駆使した自作デカールで再現してみました。リアゲートのトヨタやリフトバック、トヨタトータルクリーンシステムのエンブレム、サイドにはセリカのエンブレムを貼り付け、レストアにより塗装を剥がした際デカールも粉々に砕け散ったのですが、こうしてデカールの製作を覚えるとレストアも容易になってきます。デカールの作り方は別動画でじっくり解説してありますので、よろしければご覧ください。続いてボーンミラーを使ったメッキ調塗装です。塗装
装を行ったパーツは前後バンパーとフェンダーミラーにヘッドライトリフレクターパーツ、そして 3D 出力したドアノブとなります。キラキラなメッキ調にするには下地をいかに滑らかにしておくかが大事なこと。ボーンペイントではボーンミラーの下地専用の塗料があります。アンダーブラックという塗料なのですが、この塗料が本当に素晴らしい。滑らかで超光沢なブラックとなり、最高の下地が出来上がります。塗装手順としては下地を2000番のペーパーヤスリで滑らかにしておき、そこからアンダーブラック、ボーンミラー、フィニッシュクリアの順番で塗装。ボーンミラーは低圧で遠目から何度かに分けて吹き付けを行います。フィニッシュクリアは低侵食なのでメッキも曇らずトップコートが可能。旧車を作るにはもってこいのボーンミラー、簡単にメッキ調の仕上がりが手に入ります。次にライト周りの塗装です。まずは脇役の 3D で出力したツールボックスにレッドを吹き付け、前後のパネルはグラファイトブラックを吹き付けた後、モール類を4アーティストマーカーシルバーで塗装し、メッキを表現。フロントのレンズ周りにはフラットブラックを入れ、コントラストの違いをつけてみました。バックランプにはクロームシルバーを入れ、モールドされているエンブレムはマスキング後、綿棒でエナメルのクロームシルバーをポンポンと塗布。リアのランプはクリアオレンジ、クリアレッドの順で塗装し、裏面からエナメルシルバーを入れ、透け防止と発色アップを狙ってあります。続いてウィンドウモールなどのメッキモール部分に対し塗装を行っていきます。塗料は4アーティストマーカーのシルバーを使用。塗装の手順としては、まずモール外周にしっかり筋を入れておくことが大前提で、筋彫りの段階でこの作業を行っておきます。その筋を入れた箇所に墨入れ塗料ブラックを流し込んでいきます。流し込んだらエナメル溶剤を染み込ませた綿棒ではみ出た部分を拭き取ります。次はメッキの表現として4アーティストマーカーのシルバーを使用し、メッキ部分を塗装。最後にモール内側には4アーティストマーカーのブラックを使用し、マーカーの腹部分で塗装し完了です。この年代の車の特徴でもあるメッキモールはこのように再現しています。次にライトとウィンドウの取り付けを行い、ボディとシャシーの合体まで。リアゲートをパカパカしたことにより1枚もののウィンドウパーツは分割しなければなりませんので、調光ブレードで筋を入れ、リア1枚、フロントサイドで1枚となるよう2分割化。リアゲート裏にはパカパカのパーツがありますので、それに合わせリアウィンドウは再調整し取り付けを行いました。大型ルームミラーとヘッドライトリフレクターは 3D 出力し、下地に4アーティストマーカーシルバーを塗装した上でミラーフィニッシュを貼り付けた後、元のルームミラー裏面とレンズ裏面から取り付けを行いました。テールレンズはパネルに取り付け、ボディとシャシーを合体です。最後に総仕上げです。まずはマフラーエンドにデュアル風パイプを取り付け、こちらはキット付属の太鼓パーツに 1.5mm の穴を開け、3D 出力したパイプを2本取り付けです。次に遮明プレートですが、ジャンクパーツよりプレートとデカールを拾ってきました。デカールは破れそうだったのでリキッドフィルムでコートした後、カットし貼り付け、レジンで保護しました。
次にサイドシルのメッキモールですが、ここは一直線な形状ですのでミラーフィニッシュをカットし貼り付け、余分な部分はデザインナイフでカットです。続いてリアパネル、フロントパネルと順に取り付けて、グリルにコーナーランプ、前後のバンパーを取り付けていきます。バンパーとマフラーがしっかり固定できたら、フェンダーミラーにドアノブ、各キーシリンダーには配給パーツのマイナスモールド 1mm を取り付けです。最後に車名プレートにワイパー、サイドマーカーにクリアオレンジを入れ、パカパカしたリアゲートにはもともとついていたタイヤに 3D で出力したツールボックスを鎮座させ完成となります。レストア前の写真がこちら。このキットは10年ほど前、まだ本格的に模型製作を始める前に缶スプレーで塗装したり、メタルックでモール類を再現したりなど、当時のツールで頑張って作ったもので、ここ数年の模型製作を見守るように製作机に鎮座していた個体。今のツールと持っている武器で改めてレストアしてみようと思い、手を動かし始めました。ポルシェの製作で得たパカパカと、バイク模型は DT125 の製作で行ったスポーク張り替えからの応用を落とし込み、リフトバックなら開けてしまえと開講。テーマはレストアですので、古いタイヤとツールボックスで情景作りをしてみました。同時制作したジャパンモですが、この青島のセリカ LB は物心ついた時からおもちゃ屋にあったり、何台作ったかわからないほど。こうして何十年経った今でも細かいパーツを新規金型で起こし、追加パッケージにしてくれるのはとてもありがたいことですし、何より企業努力が素晴らしく、模型愛に包まれたようなシリーズです。まだまだ店頭でも手に入りますので、今後も入手し、いろんなバージョンを制作してみたいと思います。今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。